今日はコーチング企画をやっていきたいと思います。はい、ということで、コーチング企画をやっていくんですけれども、今回は、初心者から中級者になるため、基本的にね、初心者向けで5段に行きたいって方や、ピエロ C バッジを取りたいって方に向けたね、コーチング企画をとしていきます。はい、今回リプレイくれた方はね、2段の方なので、流れとして傭兵ファーチェでセカチを伸ばされちゃったので全体負荷をかけようとしたけど失敗したって感じでね、おっしゃってたんで、今回はねそのリプレイを見ていきたいと思います。そしてね、改善点やりなんなりいろいろ言えたらいいなと思っているので、ぜひともね最後までご視聴よろしくお願いします。ということで、マップは赤の境界で人格が左右プラスの凶暴3ぶりだね。赤の境界だと左上の方が俺はおすすめです。左上の凶暴3ぶり型がね、俺はおすすめです。でもね、どうしても左右を使いたいって方がいる場合はね、ここは、板割りに振りましょうって感じでとりあえずね試合を見ていきましょう。相手の編成が踊り子、傭兵、曲芸、囚人ってことで、ファーチェにね傭兵応用したって感じらしいんだけれども、傭兵を追っていい条件としてね2つあるんだけれども、即死を取れる場合と傭兵以外に追えるキャラがいないって場合に限るんだけど、今回はね踊り子、曲芸、囚人ってね、囚人はきついかもしんないけど踊り子、曲芸はね追えるので、正直傭兵追い切りっていうよりかは傭兵に一撃与えてタゲチェンをするってね形が良かったと思います。はい、ここね傭兵に早めに一撃を与えられたんで、ここはね正直タゲチェンが良かったですけど、もう追い切れる自信があってここで即死取れるってならいいんだけれども、はい、ここからね傭兵まだ肘当て3つ残ってて、ここからね墓に逃げちゃうんだよね。で墓に逃げられた傭兵このダッシュはね絶対にしちゃダメです。なんでかっていうと、この小屋のね1枚超強い板があるんで、この後に出てくるんだけれども、はい、この板ちょっと止めるのが、はい、今傭兵がこの乗り越えた板があるんですけれども、ここね絶対に読み勝てない板なんで、あそこでダッシュしちゃうともう確実に推進機を止められちゃうんだよね。だからここはダッシュしない、もしくはダッシュして強い板に逃げられちゃったならタゲチェンがベストですけど、これでね傭兵の即死はもう取れないことが確定したんで、ここは正直傭兵一撃からのタゲチェンが良かったです。マップにね確実にダッシュで読み勝てないポジションも最強の板ってポジションがねいくつかあるので、ね、それをね覚えておくとねいいです。境界だとそうだね、ここの墓の板だったり、あとは、境界内の窓枠、ここもね絶対読み勝てないんでね、そこら辺はね覚えておくといいです。はい、見ていきましょう。でここでねもう確実に読み勝てない板なんで、はい、そうなんですよ。ここで推進機1個潰されちゃったと。でこっから傭兵追い切りちょっとねかなりねペース的にきついんだよね。鬼没でここでダウン取れたのはいいけれども、やっぱ肘当てが残ってる傭兵はセカチェね伸ばされちゃうし、でも傭兵ここまでだったら全然挽回はできるんで、こっからね挽回する手段としては、凶暴3ぶりの力を生かして確実にダブルダウンを取ることです。曲芸、囚人、踊り子ってねそこまで球場そこまでね、はい、今の絶対ダメはい、今の戻します。中間でね曲芸見つけられたのはめちゃくちゃでかいけれども、もう絶対に空振っちゃダメ。ここはもう弾を使うのを待つだったり、なんならねこんなに完璧な救助されちゃうんだったら、そうだね椅子前で待っててもよかったかもしんない。でここは絶対に曲芸のダブルダウンを取りに行かないとダメな場面でしたね。絶対に曲芸のダブルダウンを取って、でここはもう今のは囚人にタゲチェンで、ここから全体負荷でよかったね。この展開でね全体負荷でよかった。今囚人が中央にいたんで、そこでね全体負荷をかければよかったと思います。でここもう傭兵かなり伸ばされちゃってて、解読もかなり回ってるんでね、
やっぱりダブルダウンと全体負荷の始め方だね。でここでやっと傭兵がダウン取れたんで、ピエロはねこの状態になっちゃうとかなりきついんで、ダブルダウン取れてないから曲芸も解読回せてるし、で習字も何せ回せてるんで、こっからね、はい、全体負荷はねいいんですけれども、はいはい、ビリビリ溜まっちゃって、でここはでもすぐね囚人がダウン取れそうだったので OK です。でここで囚人釣っちゃダメで曲芸師を狙いに行きたかったね。ここ囚人釣ったとしてもね、結局火力回っちゃうんで、ここは絶対に囚人もダウン放置で曲芸ダウン取って曲芸釣りは囚人釣りに戻ってくるだったね。でここは、曲芸師が見えたので、はい、このダウンめちゃくちゃいいです。でここで曲芸釣りはダメで囚人の方に戻ります。めちゃくちゃいいです。ここはいい感じにね全体負荷かけられてるんで、ここは曲芸釣らずに囚人は踊り子を行きたかったね。ここで曲芸釣っちゃったらもう解読確実に回っちゃうんで、ここは曲芸釣りより、踊り子か囚人傭兵をねダウン取りに行きたかったね。で推進球がかなり枯渇しちゃってるんで、やっぱどっかのタイミングでねパーツ集めの時間も作りたいよね。でここもね無傷でいかれちゃってるんで、一撃与えられたけどちょっと椅子前に変にいかれちゃうことが多いんで、しっかりキャンプした方がいいと思います。でかなり全体負荷かけられてるんで、ここはもう曲芸つって、でも推進機のね足りないな。やっぱり推進機をね集める時間を作るなり、推進機をね温存したりねしないと、やっぱどうしてもね全体負荷の立ち回りすると推進機が枯渇しちゃうんで、でここはそうだね囚人に圧かけに行くのはめちゃくちゃいいけれども、もう暗号機が回りきっちゃってるんで、こっからねどうにかできるとしたらね脇を取りに行くしかないんだけれども、ちょっと推進機がねさすがになさすぎて、分け取りに行くのもね精一杯になっちゃってるんで、ここは推進機をどうにかして集めに行きたい展開だね。回ってる暗号機はないって確認したんで、ここはね正直推進機集めをしに行ってもよかったかもしれない。レカペなりやっぱどうしてもね推進機がないとどうもできないから、この今ね無駄な時間が起きちゃってるわけなんで、ここ正直推進機集めの時間でもよかったかもしれない。でここもねちょっと惜しかったね。これはしょうがない。でピエロの判定の弱さにやられてしまう。でもうねこれ通電しちゃうんで 95%。 はい通電しちゃうんですよここで。で通電した状況で、はい推進機が0。これがもう本当に致命的で、推進機があるんだったらここでね囚人をダウン取って、で囚人ダウン放置で守りに行くとかができるんだけれども、ここですと推進機がないからすぐ止まっちゃうし、ここの瞬間したとしてももう残ってるのがマジ健康状態のサバイバー3人なんで、ノーワンないピエロにはきついんですよ。だからやっぱり中盤の全体負荷の前だね、救助盤面で崩せなかったのが今回は痛かったかな。救助で確実にダブルダウンやら救助狩りをね狙わないと、傭兵追いしちゃった時はダブルダウンや救助狩りをね狙わないと勝てないんで、確実に。なのでね救助盤面踊り子と曲芸にねいい感じの救助されちゃったのがねもったいなかったね。あとダブルダウンを1回も取れなかったっていうのもねこの試合はきつかった気がするな。どうだろう。いやーちょっとコーチング企画が難しいなって感じで、じゃあ最後にまとめるか。まとめると最初だね、傭兵追いなのがダメでしたね。傭兵に一撃与えてから
タゲチェンがベストでした。あれは。で傭兵追いした時のダメポイントとしては、この最強板だね。この墓にある最強板を無視してそのまま推進機を使って推進機を無駄にしちゃったところかな。はい、ここだね。もう確実に強い板があるのに推進機を使ってダッシュしちゃったところで、あとはここだね。正直ここ傭兵ダウン放置で、ここでタゲチェンでもよかった。そうだね、本当にここもうダウン取ったのに釣らないんかよって思うかもしんないけれども、ここは正直タゲチェンでもよかった。これはね一つの戦略として聞いてほしいんだけども、ここで傭兵タゲチェンして、まだ踊り子やら曲芸師をダウン取ってってやると、ダウン取った時に傭兵ダウンしてるか、もしくはまだ負傷状態のままだと思うんだよね。だから傭兵が救助に来れない状況を作って、もし傭兵が救助に来たとしてもダブルダウン確定なので、ここはね正直傭兵タゲチェンでもよかったね。で次、はい、ここだね。凶暴の力を生かしたいってね、あれはあると思うんだけども、ここもったいなかったね。このダブルダウン取れない、しかも凶暴も生かせない、いい救助されちゃったのは本当に痛い。でここね、ここも傭兵じゃなくて、ここの段階でダブルダウン絶対に取った方が良かったです。ここ救助されて、もう確実にねこの状況だと不利になっちゃうんで、ここダブルダウン取れなかったら囚人踊り子曲芸が回せるって状態になっちゃうから、ここはね確実にね意地でも曲芸のダブルダウン取った方が良かったです。で次はここだね。はい、ここは囚人にタゲチェンでよかった。この段階で囚人にタゲチェンで全体負荷かけに行くで絶対よかったね。ここで囚人ダウン取っちゃえば曲芸傭兵って負傷はできてるんで、ここから全体負荷はマジでかけやすかったね。ここは絶対囚人にタゲチェンでよかったね。であとは、進んでって、ここのダッシュもねちょっともったいないよね。自分のダッシュの速度とサバイバーの足の速度をね、でここはね経験できっと分かってくると思うんで、やっぱりでもピエロはねどうしても焦っちゃうんで、その焦りをいかになくせるかだよね。でここでそうだね、傭兵ダウン放置は良かった。で囚人、はい、ダウン取って、ここもねせっかくダウン放置するんだったらこの囚人もダウン放置だったね。釣って、曲芸に行くのはいいんだけれども、曲芸で、はい、踊り子がここでね救助来てるのが分かったんで、ここはもう即ね戻れた。ここは即戻って囚人は踊り子に一撃与えたかったね。ここで曲芸師釣っちゃったらもう全体負荷の意味がなくなっちゃうんで、ピエロの強みのねダウン放置がもう全然活かせてない状況になっちゃうんで、ここもダウン放置でよかったかな。であとはそうだね、ここかな。ここもね踊り子にいい感じの救助されちゃったのがね痛かったね。絶対にダブルダウン欲しい盤面だから、ここはもう曲芸じゃなくて絶対に踊り子に行くべきだった。もう絶対にダブルダウンを取るぞって気持ちでやんないとピエロねきついんで、かなり。ここでね全体負荷できてるんで、こっから縦横無尽に立ち回れるぞって時に推進機が枯渇しちゃってるんだよね。だからやっぱり推進機はね温存、もしくは推進機をかなりね拾っておかないと、ピエロ後半全体負荷かけるぞって言っても推進機なかったらね全体負荷かけらんないんで、推進機を拾いに行く時間を作ってよかったかもしれない。一箇所でねどうしても立ち回ってると推進機枯渇しちゃうんで、今回はそうだね、墓と北ゲートの方でしか全然立ち回ってないんで、推進機が、ね、枯渇しちゃってるんだよね。もっとね水壁だったり北壁だったりをね経由して推進機拾ってもよかったかなーって思うね。ここめちゃくちゃ今絶好の全体負荷ができてるのに、
推進機がないせいで立ち回れないっていうのが本当にもったいないんで。でここの囚人もこれはもうしょうがない、惜しかった。通電しちゃった。で推進機がない状態なんで、もうここからは正直どう頑張ってもきついかなって感じで、ノーワンもないんでね、やっぱりそうだね、推進機温存も大切だなって感じで、コーチング企画、まあちょっとね不慣れなところもあったんですけれどもね、ぜひとも最後まで見ていただいた方ね、ありがとうございます。もしよろしければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでまたね。